このお話は裏が取れていませんが、マンションの所有者と不動産屋の所在地が一致しましたので、番外編として配信いたします。なお本編では仮に渋谷周辺の話としています。不動産屋さんの怪談です。このお話はある東京都心の不動産業者が体験した話ですが、その不動産業者から相談を受けた霊能者さんから詳しい内容を伺いました。その霊能者さんは30代後半の方で、仮に三田さんとしておきます。今から3年ほど前、ある不動産業者から預かっている物件のお払いを依頼されたそうです。他の霊能者さんに依頼しても断られてしまったそうで、三田さんにたどり着きお願いに来たということでした。ですからかなりやばい物件であるのは容易に想像がつきますね。そこで三田さんはまずお払いをしなくてはならない理由を尋ねたそうです。不動産業者の話では、その物件で最後の入居者だった50代から60代の男性が自殺してしまったというのでした。それで他の霊媒師さんに頼んで一応お払いはしてもらい、その方の指示通りしばらく毎日部屋の中に飲み物をお供えして自殺者の霊を弔うことにしたそうです。ところがその初日、ジュースをお供えしておくと、次の日に中身がすべてなくなっていたそうなのです。最初ホームレスとか泥棒とかがこじ開けて中に入って飲んだのかと思ったのですが、鍵が壊されていないし、窓もしっかり内側から閉まっていたそうで、それはありえないということでした。ですから確認に来た担当者は、あれなんでと不思議に思ったそうなのですが、まあ何かの勘違いだろうと思い、新たにジュースをコップに入れてその日は置いて帰ったそうです。ところが次の日に確認行くと、またコップの中が見事に空っぽになっていました。その段階で担当者は気味が悪くなり、その次の日から別の人に飲み物の確認に行ってもらうことにしました。するとその別の人が入れておいたジュースも次の日にはなくなっていたそうです。そこでお茶をあげたりお酒をあげてみたそうですが、やはり日が変わるとコップは空でした。飲み物を捧げる人を変えても、飲み物の種類を変えても、結果は同じで、一晩経つと中身は空っぽになっていたのでした。さすがにみんな怖くなり、誰も飲み物を取り替えに行きたがらなくなったそうです。そこで防犯カメラを設置してみたそうです。一晩経ち、やはり飲み物はなくなっていたので、早速カメラの映像を確認することにしました。すると深夜になると、暗い部屋の中に突然、スーッと黒い人間の影が横切りました。みんな、あーと思い固唾を飲んでその様子を見ていました。するとその黒い人影が突然、捧げてある飲み物に触れて、パタンと倒す様子が映っていたのです。みんながあっけに取られていると、突然映像がそこで切り替わり、なぜか次の画面では黒い影は映っておらず、また飲み物が倒されていない状態で、中身だけなくなっているのが映っていたそうです。その場に居合わせた者たちは自分たちの目を疑いました。心霊現象を信じない者ですら、これは自殺した人の霊が成仏できずに住み着いで怪奇現象を引き起こしているのだと思ったそうです。そして前のお祓いをしてくれた霊媒師では払いきれなかったようでした。さて、その物件は東京の渋谷近辺にあるマンションの一室でしたので、実際に物件を見てほしいと言われました。でも三田さんはまだ小さいお子さんがいたため、現場に赴くのは難しかったので、まずは室内の写真を送ってくださいと頼みました。ただ三田さんは一通りの不動産業者の説明を聞いて釈然としなかったそうです。何かを省いて話している感じがしました。そこで正直に全て話すように促すと、不動産業者は仕方なくしぶしぶ話し出したそうです。その物件を専門に扱っている清掃業者がいたのですが、その従業員で問題のその部屋を掃除に行った者はみんな具合が悪くなってしまったということでした。
つまりその物件の中に少しでも長く入っていると、作業中にみんな何者かに首を絞められたというのです。それがどんな時にどういう感じで誰が首を絞めたのかなどなど詳しいことは分かりませんでした。ただ人間ではない何かにやられたという怪奇現象だったようです。そしてそのうちの一人は一瞬ですが、窓のところに人が紐のようなものにぶら下がっているのを見たということでした。幻覚か白昼夢かは分かりませんが、とにかく見たそうです。ついに誰も怖がって寄りつかない物件になってしまい、どの霊媒師さんにも断られていたということらしいのです。そんなわけでこの物件を賃貸や売買で市場に出すこともできないでいるそうです。大体のことは理解できた三田さんは、早速送られてきた部屋の内部の写真を霊視することにしました。すると何枚かの写真のうち、リビングの写真を霊視すると、窓際で自殺したのが分かったそうです。業者に問い合わせると、まさにそこで首を吊ったということでした。ところが最初の話では、その亡くなった方は50代から60代の男性と聞いていたのですが、三田さんにはまだ若い20代の男性に見えたそうです。そこでさらに問い合わせると、実は20代の男性だったことも判明しました。その時点で三田さんは、この業者は嘘隠し事ばかりして信用ができないので、依頼を受けるかどうか3日後に返事をすると伝えておいたそうです。するとその3日後です。前回送ってもらった物件の室内の写真を見直してみると、どれも真っ赤に変色していたのです。写真全体が真っ赤なセロハンで覆ったようになっていたのでした。そしてそのうちの1枚だけが、黒い影が画面にぴったりとくっついていたんだそうです。さすがの三田さんも、これはまずい、この案件は気をつけないと自分も誘われて自殺してしまうかもしれないと思いました。この仕事を引き受けるには相当の覚悟がいるのが分かったそうです。三田さんは正直なところ、その霊を払うだけではもう手遅れで、部屋自体が呪われているので、それ相応のことをしなくてはならないと分かっていました。自殺者は心が病んでいて、恨みつらみの怨念を残していったのです。ですからこの部屋に何かしら関われば、第2第3の自殺者が出ることは明らかでした。最初その業者はなぜか急いでいるようで、亡くなった人の霊を払ってくれるだけでいい、さっさと簡単に済ませてほしいとの一点張りでしたが、三田さんは時間をかけて部屋全体を浄化しなくてはならないと説得したそうです。そこで三田さんは現場には行かずに、写真から遠隔でお祓いをすることにしたそうです。リビング、風呂場、キッチン、窓やベランダなど順番に払っていき、すべて完了しました。そして最後にその業者に重要なことを告げたそうです。それは遠隔でのお祓いは終了しましたが、今から1週間は決して中に入らないでください。どなたも入らないでくださいね。それだけは絶対に守ってください。と約束させたそうです。ところがその不動産業者は約束を破って人を中に入れてしまいました。たった1週間待てばいいだけなのに中に入ったそうです。そもそも最初から霊能者や霊媒師などを信用していなかったのか、甘く考えていたのか、気休めの形だけのお祓いでさっさと新しいテナントを入れるつもりだったのでしょうね。おそらく家主からのプレッシャーもあったのだろうとは思います。そして案の定、すぐにことは起きてきました。その不動産屋の担当の男性は、四六時中どこに行っても何をしていても、目の前に霊がぴったりと張り付いていて、耐えられなくなり三田さんに払ってくれと懇願してきたそうです。そして彼の上司ですが、おそらく同じ症状で耐えられず完全に精神を病んでしまいました。またその不動産屋の経営者は自殺未遂で見つかったということです。三田さんは約束を破ったのだから自業自得で彼女の力ではもう何もしてあげられないと言っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。